どうですか、今年の新芽。うわー、綺麗だな。これもかなり楽しみです。今からの時期は本当に大笠ゴケおすすめです。通るようなこうね、透明感。これはですね、初動画ですね。これはもう2年ぐらい経つかな。めちゃくちゃ綺麗に出てくれてます。もう出荷を待ってるって感じですね。まあ見てて僕たちがかなりやる気出してるんで、動き回って楽しいね。皆さんこんにちは。生保犬の富澤です。今日はこちら圃場の状態を皆様にお伝えしようかなと思って動画を撮ってます。5月に入ってから暖かくなって、一気に高野万年草ですとか大笠ゴケ、ヒノキゴケですね。そういったコケが新芽を勢いよく出してきています。で、その元気なコケの様子を、動画を通じて皆様にお伝えできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。これはですね、高野万年草の育成エリアなんですけれども、ここはですね、以前動画にした肥料ですとかのテストのものを置いてます。結果などね、動画にしていきますのでお楽しみにしておいてください。はい。それでは、こちらのトレイをですね、一旦すべて外して、一個一個ね、トレイを見ていければなと思います。トレイをね、今、蓋を外しました。こんな感じです。一個一個ね、見ていければと思うんですけれども、ここはですね、新たに植え付けてるところなんで、まだお見せしてもあんまり面白くないんで、ここは置いときます。それではね、奥の方からちょっと見ていきましょうかね。はい。相変わらず、この下、底面給水のような状態にして、水をね、常に出しています。今年はこれで栽培していこうかなと思ってます。ここから水が、ね、山の水が出てるんですけれども、見えますかね。上から張ってきます。こんな感じでございます。はい。この辺はですね、一番古い植え付け、もう3回目の芽吹きになるのかな。綺麗に芽吹いてくれてますね。うん。で、肥料をあげた方、あげてない方ですね。こちらも全体的にそうなんですけれども、肥料をあげるあげないで実験をしておりましたけれども、差があるのかないのかちょっとよくわかんない感じですけども、単純にこの2つで見てみると、こっちの方が葉の展開が早い感じしますよね。こっちはまだこう葉の展開もしてるものもあるんですけれども、全体的にはちょっと遅いような状態で見受けられます。こっちは、割と葉の展開が早いですね。どうですか、今年の新芽。これらはもうあと1ヶ月ぐらいしたら、もうお客様のところにですね、お届けしてもいいぐらいの成長になるのかなと思いますので、このまま育成していきたいと思います。この辺もですね、これとこれで葉種が違ったりするんで、その芽吹きの仕方が変わりますけれども、去年の状態、こっちはですね、去年があんまり良くなかったんですね。このトレイはですね、育成があんまり良くなくて、で、去年全くこの収穫してません。このトレイとかですね。で、今年になって、だいぶまだ比較的少ないですけど、芽吹きがですね。立派な株がちょっとずつ出てきたかなという感じです。こちらはいいですよね。こんな感じです。こちらの方も見ていきましょうかね。これも、こちら側はですね、去年、日差しの対策がですね、あんまり十分じゃなくて、だいぶ傷んでました。ここのトレイもですね、エリアも。こちらのエリアも一体、去年は1本も出荷できなかったんじゃないかな。あとは、西湖県の苔は、高野万年草はですね、大きい株とコンパクトな株が選べるようになってますんで、はい、続いてこっちの段行ってみましょうかね。ここはですね、去年、この2つは、この端の2つですね。この2つは、だいぶ出荷できたトレイになりますけれども、こ
今年もいい感じで芽吹いてくれてます。なんかこれ白い。これなんだろうな。初めて見ました。ちょっと今日初めて気づいたんですけれども、なんだろうこれ、金に、なんだろうなこれ。真っ白い。点々にやられてますね。つぶつぶがいっぱいついてる。こんな初めて見ましたけれども。なんだろう。これはちょっと後でチェックして対処していきたいと思います。つぶつぶが、すごいつぶつぶがついてる。これね、初めて見ました。場合によってちょっと隔離した方がいいかもしれないですね、このトレイね。まあでも成長してる株はとても綺麗です。ちょっと反対側戻ってこう見ると、光が当たってめちゃくちゃいい感じに見えてます。うわー、綺麗だな。本当に綺麗ですね。こちらのトレイもとても綺麗です。これもちょっと面白いな。この2つ、こことここなんですけれども、同じ時期に播種して、同じような播種方法で播種してますけれども、育成の状況がかなり違ってます。続いてこういう感じで、元気に綺麗に芽吹いてるっていう感じですね。はい。こちらも去年は、こっちのエリアは全く、去年は一株も出せなかったですね。で、これは、去年は芽吹いたんですけども、ちっちゃい株とか芽吹いて、あんまり出荷できるような状態の株は育たなかったんですけれども、2年経つと、3回目ですかね。3回目の芽吹きになると、もうコロニー自体もかなり成長してですね、株もでかい株がかなり出てきてくれています。一番向こうのこのトレーはですね、今日薪を消したところです。ちょっと違うんですね、あそこは。はい。な感じです。で、ここがですね、ここのエリアが去年一番株が出せたエリアですね。これも箸の違いによって、このトレーはとても見事に去年成長してくれて、かなり助かりました、ここのエリア。ここで、ほぼここが主力の、エリアだったんですね、出荷のね。で、今年もですね、見事な芽吹きを見せてくれています。はい。ですが、去年ね、去年の終わり頃に肥料を与えるということで、かなり薄めた肥料を与えたつもりだったんですけども、もともとあった綺麗な、めちゃくちゃ立派に育ってた株が全部葉焼けしたんですね、ここのトレ。それ以来、一個も出荷できませんでした。葉焼けによって。ですが、また新芽の方がね、旺盛に芽吹いてくれてますんで、あと1ヶ月ぐらいしたらもうここも綺麗な新芽で出せるんじゃないかなと思ってます。で、こちらは、こちらも去年は1回も出してません。かなりいいですね。で、ここのトレイがすごく元気いいですね。このトレイ。これもかなり楽しみです。で、今5月19なんですけれども、ちょっとでもね、乾燥の状態が続くと、この底面吸水はできてても、葉がね、やっぱ乾燥したりするんで、この枝葉がね、成長してる時期に、枝葉が乾燥してしまうとね、枝葉が傷みやすいということがありますんで、今かなりナーバスになってます。もう毎日来てですね、水はこう底面給水していても、ちゃんと水をあげるようにしてますし、せっかくね、育った小柳万年草が傷んで、ね、出荷できないということになると、また来年まで待たないといけないんで、そうならないようにね、気をつけていきます。はい。続いてこのエリアですね。ここも、去年は1回もしたかな、何回かしたけども、ほぼ出荷できずに終わったトレです。とても元気に芽吹いてくれてるんで、今年は順調に出荷できると思います。このトレイなんかですね、こことここのトレイなんかは、よく
トレイの底を見ていただくと、もうちっちゃい株で、去年は終わってるんですよね。もう本当に何センチ、数センチぐらいしか育たなかった株がほとんどでした。これも箸の違いによってそういう芽吹きの仕方をしているんですけれども、芽吹きはめちゃくちゃ綺麗に芽吹いてくれたんですが、背が伸びなかったんですね。ですが今年は、その去年の株を元にして背の高い株がどんどん出てくれています。これもですね、本当にそんな成長してくれるんだなという勉強になるトレイでしたね。はい。こんな感じ。これはちょっと箸が遅かった。去年の冬かなに箸したところですね。はい。こんな感じですね。小山万年草はこんな感じかな。こんな感じです。で、ここに、実はひっそりと栽培していた猫の目草たちの株が、ポットがいっぱいあります。ひっそりと栽培してました。雪の下もね、あります。雪の下はね、勝手に出てきたんですよ。で、それをまた捨てるともったいないんで、花がね、咲くかどうか、ちょっと育てていきたいと思います。自宅の庭にはね、雪の下、今5月なんで、もう満開、雪の下が満開に咲いてますけれども、雪の下もね、コケテラリウムの素材として使えないかなと思ってやってます。栽培ですね。はい、こんな感じですね。はい。小山万年草はこんな感じです。あと、オオカサゴケとヒノキゴケ見ていきましょう。こちらが、オオカサゴケとかヒノキゴケとかを栽培しているエリアです。ちょっと雑草とかもあるんですけれども、まあ、後で取っときます。はい。こんな感じでね、ちょっとここは全貌をお見せできないんで、ちょっとかなり寄った形でお見せしていきますけれども、はい。こんな感じです。かなり芽吹いてますね。いい感じですよね。もう、オオカサゴケはですね、一部、大きい株はどんどん、もう新芽を出してます。出荷できるようになってます。今からの時期は本当にオオカサゴケおすすめです。これ、透き通るようなこのね、透明感。これでもうちょっとね、栽培していくと、傘の大きさもかなり大きくなってきますし、立派なオオカサゴケというものになるかなと思います。これはですね、小粒ゴケですね。小粒ゴケ。これは小粒ゴケ今年この環境でうまく育てられるかなと、栽培の実験をしていました。で、この環境で十分、栽培することができることが分かったんで、今年は小粒ゴケもね、栽培、ちょっと出荷できるような形で栽培できるようにしていきたいなと思ってます。この容器がね、どうしても立ち上がってる容器なんで、その容器に合わせて小粒ゴケも上に伸びちゃってますけれども、本来小粒ゴケはね、広がりたい苔なんで、平べったいね、育苗トレイでやると、横にほふくして綺麗な小粒ゴケ栽培できると思います。徒長とはちょっと違うんですけどもね、これはもう完全にオープンな状態で上に伸びてるんで、これ容器に合わせてこのように成長しちゃったって感じですね。はい。こちらも、はい、どうでしょうか。オオカサゴケのトレイです。この米の苗を育てる平べったいトレイでも栽培できましたんで、いいかなと思ってます。こちらは、巻きゴケしたヒノキゴケの新芽ちゃんです。かなりツンツンと伸びてくれてますんで、これもね、半年1年ぐらい経つと、トレイ全体に広がってくれるかなと思います。こちらもヒノキゴケなんですけれども、
これはトレイ全体に広がってますが、これはもう2年ぐらい経つかな、栽培してます。で、これもですね、ちょっと黒かった色が悪いでしょう、これ。これもね、薬害が出たんですね。芝肥料2000倍でということで与えたら全部抹茶茶に焼けました。これとかもヒノキゴケ2000倍だと葉焼けします。葉焼けしてヒノキゴケね、かわいそうなんですけれども、新芽がその分綺麗に緑に出てきて、わかりやすいっちゃわかりやすい。でもね、本来はこれも葉焼けせずに出荷できたはずの株なんで、本当に肥料を与えるときはですね、もう気をつけないといけません。規定の量であっても葉焼けする苔は葉焼けしますんで、でそれによってですね、これ卵苔とかですね、それによって肥料のあげ方ももう私の中で一つ結論が出ました。どうすればいいかというですね、それはまた別の機会に動画にしてまたご説明したいと思います。これもオカザゴケちゃん、めちゃくちゃ綺麗に出てくれてます。もう出荷を待ってるって感じですね。早く出したい。こんな感じでですね、オオカサゴケ、ヒノキゴケもどんどん今芽吹いてくれてます。これもそうですね、このトレイ。これはもう巻きゴケして全体に広がってくれてますんで、また成長が楽しみです。今の時期が本当にですね、苔の栽培農家として、一番楽しい時期。見てて苔たちがかなりやる気出してるんで、動き回って楽しいなという時期で、これからの成長をですね、楽しみにしながら栽培してます。この辺もですね、オカサゴケとっても綺麗。はい、こんな感じです。はい、ということで、今、西湖県5月、今日19なんですけども、5月の圃場の状態、こんな状態で、今、苔たちがですね、元気に芽吹いて、でその新芽たちが一斉にこう元気にね、成長している姿をお届けできたんじゃないかなと思います。前回の動画からちょっと更新が空いてしまいまして、ちょっとバタバタしてたんですけれども、今後はね、今までのようにペース上げて動画もね、お届けしていければなと思ってます。でこんな感じでね、どんどんいい苔が育ってますので、ぜひね、よろしければですね、オンラインストアの方で買っていただけると全部嬉しいです。それではですね、まだ続編をやっていきたい動画、肥料の実験だったりとか、あとはメデルシリーズの成長の過程だったりとか、あとは小屋のマンネグサの岩のボールのメンテナンス方法の動画だったりとか、そういったものもどんどんね、更新していければなと思ってますので、今後も楽しみにしていてください。あとは、近日、とある方とコラボレーションさせていただいた動画が、もうそれは撮影し終わってるんですけれども、あります。そのコラボレーションの動画もですね、6月の頭ぐらいに、この動画も公開できるんじゃないかなと思ってますので、お楽しみに。あとは、このニュースで言うと、日本戦隊類学会、苔とかの、学会があるんですけれども、それが8月5日に、江津市というところで開催されます。で、3日間あるんですけれども、その初日にですね、私、そのトークイベントに、出席することになりました。日本のね、権威ある苔の学会で、登壇するというですね、本当に、貴重な機会をいただきまして、私のようなね、ペーペーの苔農家が出てもいいのかなと思うぐらい、ちょっと恐縮してるんですけれども、8月5日に出ますので、その様子もね、ちょっと問題ないところを、かいつまんで動画にしながらですね、お届けできればなと思ってます。こちらもまた、詳しいこと分かったらお知らせできればなと思いますので、お楽しみにしていてください。では、こんなところかな。はい。西湖県の動画、いかがでしたでしょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございます。次の動画もですね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。こういった苔栽培ですとか、苔テラリウムの話題だったりとかですね、そういったことを中心にお届けしております。皆様の、参考になれば幸いです。はい。それではですね、また次の動画でお会いできればと思いますので、
最後まで見ていただきましてありがとうございました。次もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。カエルがめっちゃ鳴いてる。あとこのカバーして帰ります。